花芽がない。こう出て、ここに本当は雌花がついてほしい。次もない。その次もない。ついてないやつは段数を花木ごとこうやって下破壊。諦めます。これね、本当はね、結株にするとね、はい、それでは今日はこれです。何かと言いますと、花が飛んでおります。花飛びの動画になります。今8月の11日かな ?12 日。花が飛びました。っていうのもまあ暑いからでしょうね。花飛びの原因いくつかあるんですけど、まあこの原因は暑いからです。暑くてもう木を維持するのに夢中になって子供を作る余裕までなくなったっていう感じがまあ一番正しいんじゃないかなって思います。で、それとこれだけ結構結株ありますね。ほら、結株って言っても抜きました。もうとことん花がついてないやつは全部。これもほら、5 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、19、20、24節にやった花がついている。ここぐらいまでは、今日で交配4日目かな。早い。1日目交配のやつはもうここまでいっている。で、これ順調についてるのもある。ついてるのもあるし、ついてても1個しかついてないやつとかもあるんで、それはその1個を大事にして、これなんか多分1個。でも膨らんできてる。1個だけ。他はどこにも花がついてなかった。で、ついてる、こうついてないやつは段数を木ごとこうやって下はかいて、ずらしてって、ついてるところまで待つ。で、なぜこの抜いたやつは抜いたのかというと、これね、1本だけ残しておきました。花芽がない。こう出て、ここに本当は雌花がついてほしい。次もない。その次もない。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 ここに来てやっと出てきました。ので、これはずらしてこれをつけてもいいんですけど、もうさっきの交配4日目に入ってるんで、これが多分早め、咲いても3日から4日後でしょうね。3日から4日後に咲く花になります。そうすると交配が離れすぎて、もう管理も大変になるので、今日4日目1週間ぐらいでなんとかここの部屋全部700数十本あります。この温室はのやつを1週間ぐらいのあれで交配期間でやっていきたい。それ以上もう10日とかになると管理がしづらくなるし、あれなんで、さっきいいのがあったんだよな。これも多分1個だけしかつかなかったやつだよ。もう1日目4日目なのにもうここまで。これは順調についてった。ほら、これが順調についてったやつですよ。でこれが花芽がつかなかったやつで、これが明日か明後日に咲く。明後日だね。明後日咲く。で隣はちゃんとついてる。ので100本ぐらいもう抜きました。で1週間で交配がまとまるぐらいに、全部揃えてきました。なのであと2日ぐらいで交配が全部終わるようにしますので、ここはもう遅くなっちゃうので、これは諦める。残念ながら。で、あとはこれあれですね。これで諦めます。これね、本当はね、結株にするとね、隣が大きくなりすぎたり、ただでさえこんなにすっごいでかいメロンになると思う。これはまたメロン祭り開催になるかもしれません。でかすぎるメロン祭りになるかもしれないですね。交配日でいくと10月の最初の週が
収穫になります。もしそこでメロン祭りの動画をもし上げたとしたら、これが原因だと思ってください。はい。で、まあ原因はまず温度が高い。夜の温度が高い。もう栄養成長で吹っ飛ばしていっちゃう。で、花が飛ぶ原因は他にもあって、あとは路中の窒素が強すぎて、もう栄養成長で木ばっかりできてしまう場合も花が飛びます。ただ今回僕んちはもう肥料設計はこの中でだいたい管理されてるんで、窒素が強すぎるってこともないでしょう。木も葉っぱが大きすぎるとか軸が太すぎるとかそんなこともないので、まずそれは除外できます。だから、うちの場合は高温なんですよ。でコメントであったんですよね。花が飛んでなかなか雌花がつきませんっつって、20何節いったらついてきました。多分それも高温が原因だと思います。昼間の温度が高すぎるんだよね。であとは水が効きすぎてるっていうのも良くないですね。飢餓感がない。だから生殖成長に傾いてくれない。栄養成長ばっかりいっちゃう。で水のコントロールでもこう生産ってしてるじゃないですか。線引き屋のあれでも、活着してからしばらく水を切って木をがっしりさせながら、それとともに生殖成長に傾けてあげるっていうことも何回かうちの動画内で言ってるんですけど、そういうことを地道に繰り返していくしかないんですよね。ただ暑いのはどうしようもないですね。多分であとは寒暖差、昼夜の寒暖差をしっかりつけてあげる。昼がもう35度オーバーになるんであれば、夜をきっちり換気もしつつ25度以下まで落としてあげて、寒暖差が10度、本来だったら30度ぐらいを目安として30度20度ぐらいのがベストコンディションなんでしょうけど、それは冷やすことはなかなか難しいんで、あとはだから遮光とかして少しでも涼しくするですね。暑い場合は。であと僕の場合は酵素とかモリブデン、これは花芽文化を促進するのと、あと花芽を充実させるっていう微量要素です。酵素とモリブデンの微量要素がしっかり入った葉面散布、これは季節にかかわらずもう育苗の期間から交配までの間に何かを葉面散布する時、農薬でもそうですけど散布する時には、必ず入れています。うちは花芽の充実をしたいっていうことのために。それでだいぶ改善された部分もありますね。今年もこの部屋が初めてです。今までももう暑い時期あったんですけど、そこまでだとそれは多分あれだ、品種の前の部屋までは本当に一番うちで暑いのが得意なメロンを選抜してきたメロンの暑いのが得意なメロン、そして伸びすぎない分本当に暑くないと玉伸びしないみたいなメロンでやってきたんですけど、これはもう10月収穫を超えてくるので普通の夏系に戻しました。普通の夏系に戻した途端花が飛びました。次の部屋は飛んでないんです。だから年にね1回、最近2回はないな、年に1部屋ぐらいはこの苦戦をするんですが、その中でも一番うちの中で一番たくさん植えてある部屋、大きな温室で、花飛び、これはお盆厄介ですよ。これからお盆に棚とか作ったりもしなきゃいけなくて、でそれでもだらだらと交配をしていかなきゃいけないということなんで厄介ですけど、やっていきます。本当にね、咲くとねいい花が咲くんだよ。ほら、いい花が明日咲く花、これはいい花が咲く。雄花もねいい雄花がつくんでも雌花になってくれない。でうちはあとは育苗の時に野冷をかけてます。夜の11時から朝の3時ぐらいまでは
21度でや冷をかけてます。冷房。育苗だけね。この広い温室を冷房しきれないんで、育苗だけはそうするようにしています。はい。そうしてもダメな時はダメですね。飛びます。あとは補正していくしかない。これはもうしょうがない。もうこれで補正しながらやっていく。この温室を、どうなっていくかっていうのを、あれの時に、農園通信、毎週の農園通信で時々どうなったかっていうのを発信していこうと思うので、そちらも見ていただけると嬉しいと思います。はい、次の部屋は飛んでない。ただ、その次の部屋、これがまた品種を春系にしたんで、10月の20日ぐらいですね。まだ夏系でもいけたのかなっていうイメージはあるんだけど、その時期に小さくしちゃうのも難しいし、線引きは F7 が入ってるんで、やっぱり春系で揃えようと思って春系にしました。そんな感じですね。はい。それでは、いうことは全部言ったかな。栄養成長と生殖成長に傾くのが、暑さのせいで栄養成長になりがちっていうやつで花芽が飛ぶっていうのと、あとそれを改善するためには、温度を下げるしかなかったり、あとは葉面散布に、ホウ素とかモリブデンが豊富なものをきっちりその初期段階から補っていってあげるっていうこと。まだいろいろあったかもしれないですけど、あとは温度差ね。温度差をなるべくつけてあげて、寒暖差ってやつですね。昼夜の。それが対処方法の一つですね。それを地味に積み重ねていくしかないですね。で、あとは飛んだらもうやっぱりずり下げて、で、取るのか。これですか。ずり下げるか。ずり下げて、ここを狙いに行くのか。もしくは、あまりにもなさすぎるってしまう場合は、こう、空に諦めてしまう。そういうことですね。この部屋700本中100本ぐらい、空っつうか、撤去になりました。こんな状態です。ちょっと残念ですけど、管理の問題で、そうしなきゃいけないんで、はい、やっていきます。はい、花飛びの動画でした。ありがとうございました。皆さん、この暑い中で花は飛んでないでしょうか？大丈夫でしょうか？あれだったらコメントに教えてください。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。